こんにちは。今日はキャラバンに Android ナビアトート S8G1104MS S01 を DIY でつけていきます。作業の手順とレビューをコンパクトにまとめました。まず開封して中身をチェックしていきます。これが本体ですね。10.1 インチですが、そこまで大きすぎる感じはないですね。後ろは最低限のコネクタ差し込み口ですっきりしています。これに本体を差し込むみたいですね。これがバックカメラです。うちはつけないので必要なしです。オーディオ系の入出力コネクタ、電話リンクと外部記憶の USB、メインコネクタ、マイク、キャラバンでは使わない固定金具。使わなかったな。なんだこれ。GPS と 2D 用の小物入れ。私たちは楽天 SIM を使ったので使わなかった SIM。保護フィルムまで入ってました。今回使ったナビ本体や取り付けキット、工具は概要欄に全部リスト化してあります。必要なものは一度で全部揃うようにしてあるので、気になる方は今のうちに概要欄をチェックしてみてください。古いディスプレイオーディオとパネルを外した状態です。キャラバン専用の取り付けキットは前のものをそのまま使います。必須なので一応リンクは概要欄にあります。アトートのメインハーネスと専用キットを接続していきます。専用キットは前のままついている状態です。接続はただ同じ色同士をガンガン挿していくだけなので簡単です。アースとパーキングだけはエレクトロタップで挟んでください。わかりづらいですが、アースはこの黒です。次に GPS をピラーを外して線を通して右前に貼り付けました。配線通しがあると簡単なので概要欄に紹介しておきます。マイクの配線はこの隙間を通しました。ハンドル付け根の隙間です。フレームと小物入れはキャラバンの元からついている金具で固定します。キャラバンの方はこのネジの位置を参考にしてください。黒いバーは Wi-Fi アンテナのようです。説明書の指示通り小物入れの後ろにつけます。本体に差し込む配線類をプレートの後ろから事前に通しておきます。GPS、メインハーネス、マイク、バックカメラ、ラジオぐらいですかね。弟側のもう一つのコネクターのバックカメラ入力にバックカメラからの線をつないでおきます。うちのキャラバンはバックミラーでアラウンドビューモニターが見れるので必要はないのですが、一応金具も忘れず車体側に固定しておきます。 SIM は本体をドッキングする前に差し込みました。容量はスマホと一緒ですね。テザリングでもいいんですけど、
毎回オンオフなどがすごく面倒なので、絶対に SIM が差し込めるタイプをおすすめします。さあ、純正パネルを戻してナビ本体のドッキングです。コネクターをすべて差し込んでカチンと音がするまで本体をプレートに差し込むだけです。保護カバーに傷つけちゃった。大丈夫かな？あ、液晶は大丈夫だ。ではエンジンをかけて起動させます。無事着きましたね。インターネット接続に手間取ったんですけど、アクセスポイント名入れて再起動したらいけました。私たちはフリップダウンモニターをつけているので、この外部記憶と書かれている USB にオプションの変換器を取り付けます。これも後々製です。概要欄に詳細載せておきます。この辺りの配線はグローブボックスの中で完結させました。もうちょっと整理整頓しよう。これがフリップダウンモニターなんですけど、完璧です。何の設定もせず勝手に映りました。これで子供たちも安心です。フリップダウンモニターの取り付けもアップしているので、気になったらぜひご覧ください。 YouTube もマップもサクサクです。2画面にもできるのでマップを見ながら動画も見れます。ただフリップダウンモニターも2画面になるので、その時子どもたちがどう反応するか。画面も大きくてすごく快適になりました。以前は Chromecast をディスプレイオーディオにつけていて、毎回のテザリング設定がすごく煩わしかったです。固定費はかかっちゃいますけど、SIM タイプは最強です。常に勝手にネットワークがつながっているので快適です。作業に使ったアイテムは全部概要欄にリスト化してあります。この動画を見ながら同じように揃えられるようにしてあるので、概要欄をチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。キャラバンの DIY をたくさんアップしているので、他もぜひご覧ください。